ーのびっくりチャンネル。びっくりしていってね。はい、皆さんこんにちは。ピッコリチャンネル暗黒物質信者代表桜丼ひろまさです。桜丼解説シリーズも第6弾になりますが、今回はメタ的な目線で考察をしていきたいと思います。その名もハイネス桜井正宏アンチのメタファー説。なお今回は考察にあたって桜井氏への否定的な発言を引用いたしますが、あくまで考察のためであり、発言が正しいかどうかを議論する動画ではございません。また、桜井氏への誹謗中傷を目的とした動画でもございません。ご了承ください。まず、桜井アンチとはどのような存在なのかについてお話しします。基本的に桜井アンチになってしまった人の主張は大きく2つに分かれます。1、スマブラの参戦キャラが原作を再現していないと主張する各作品の原作ファンよりの考え。2、スマブラで桜井氏が自分が関わっていないカービィを冷遇していると主張する桜井さんが関わっていないカービィファンの考え。この動画では2の考えによりアンチになってしまった人を前提にお話しします。これはどういうことかと言いますと、例えばスマッシュブラザーズシリーズに登場したアシストフィギュアを見てみると、桜井氏が関わっていない作品の人気キャラクターでは登場していません。これ以外にもいくつか例はありますが、このような作品の扱いへの偏りから、桜井氏は自分が関わっていないカービィを冷遇していると結びつける人が何人かいます。これが桜井正宏アンチという存在です。2000年代のインターネットでは、2チャンネルなどを中心として桜井桜井論争というものが行われておりました。原作者桜井氏が作ったシリーズ以外は認めないという人と、桜井シリーズが関わらなかった星のカービィシリーズ、いわゆる数字シリーズを好きな人とで頻繁に衝突していたのです。このような衝突が起きた原因の一つとして、2つのシリーズの間では作風が異なっていたことに加えて、数字シリーズのキャラは星のカービィ64以降本編にあまり登場しなかったため、不満を抱いているファンも多くいたのです。近年ではスターライズやロープラなどの作品で桜井カービィのキャラと数字カービィのキャラが共演を果たしたこともあり、このような衝突はまるで見なくなりましたが、当時は激化しており、多くのカービィファンが心を痛めたと思います。またカービィシリーズはファンサービスが豊富な作品であり、公式サイドもこのような状況があったことを知っていた可能性はあったと思います。前置きが長くなりましたが、ハイネスイコール桜井アンチメタファー説を考察します。まず、こちらのハイネスのセリフをご覧ください。スターライズをやった人ならば印象に残っている人も多いと思います。今までの話を前提にこちらの文章を考察していきます。闇の物質を祀る我が一族の復権は近い。ハイネスたちハレカンドラの魔術派は闇の物質を祀る一族です。闇の物質とはダークマターのことであり、数字シリーズを象徴する存在です。一方、ハイネスと対立したハレカンドラの科学派は、おそらくギャラクティックノーバや夢の泉を作り出した存在だと推測されています。こちらは桜井氏が関わったカービィシリーズに登場するアイテムになります。以上のことから魔術派を桜井カービィの信者、科学派を桜井カービィの信者の暗喩と仮定します。銀河の果てに追いやられた魔力を司る我ら一族の悲願。お前などにこの積年の重みの太さがわかるのか。いや、わかるはずがない。断じてないないない。カービィシリーズとしては昔からいる数字シリーズのキャラクターへの愛着を表現していると取れます。また、数字シリーズのキャラが長年にわたって登場しなかった悲しみも見えますね。かつて友であった奴らは我ら一族の力に恐れたのか。一族を皆ことごとく封印し、銀河の果てへと追いやった。それでも飽き足らず、この歴史からその存在さえ一片も残らず消し去ろうとした。アドレーヌやリボンを含めたカービィ64のキャラクターは、事情により今まで登場することができなかったと、任天堂ドリームのインタビューで明かされています。このような状況を歴史から残さず消し去られたと表していますね。我らの魔力があってこそ、奴らの科学と調和することで成し得た偉大な繁栄。銀河の危機とも呼べるあのおぞましい悪夢を退けた我々に対しあまりの仕打ち。
これは誤解などでは決してない。皆さんは春研究所が1993年に一度倒産したことがあるのをご存知でしょうか。1999年に15億円の負債を完済し、再建を果たすまでの間6年間、春研究所は大きな危機に瀕していたのです。この悪夢を脱却できたのはカービィシリーズのヒットのおかげです。桜井カービィと数字カービィ、どちらかけてもこの悪夢を退けることはできなかったことでしょう。我を狂っているなどと言ったやつらよ、聞こえているか。銀河の最果てへと我らを置き去りにして旅立ち、今もおそらくどこかでのんきで暮らしておるお前らにもはや未来などない。カービィを生み出した桜井正宏氏は2003年に春研究所を退社しました。その後、夢の泉デラックスが発売した2002年から星のカービィ Wii が発売する2011年までの間、春研究所が開発する星のカービィシリーズは新作を発売するまで9年の月日を費やすことになりました。永遠のように思えるこの空白の9年の間、シリーズ終了という言葉もファンの頭によぎりました。そんな中、インターネット上では桜井さんが春研究所を辞めなければカービィシリーズは続いたんだと発言する人間もいました。桜井さんがカービィシリーズを置き去りにして旅去ったと自分勝手に解釈する桜井アンチも存在していたのです。ハイネスは作中の描写では分かる通り、信仰の果てに狂った存在です。カービィをプレイする人たちにとって身近な狂った存在は誰でしょうか。そう、それはカービィファン自身だと言えます。カービィの制作スタッフたちはカービィシリーズへの思い入れのあまり、狂っていったファンに対して何か思うところもあったのではないのでしょうか。我々カービィファンに対する継承の気持ちも込めて、ハイネスという桜井アンチのメタファーとなる存在を描いたのかもしれませんね。はい、ということで今回の考察動画は以上になります。ハイネス、桜井アンチのメタファー説、いかがでしたでしょうか。今回の考察はかなりメタ的な目線な上に、10年以上昔のカービィコミュニティの話もしましたが、楽しんでいただければ幸いです。また、もしコメントもしていただけると嬉しいです。それでは、ここまでご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。